皆さんこんにちは、哲夫です。前回はミニフライス版に DRO を取り付けて動作させることができました。これでフライス加工を本格的に始めることができます。この DRO を取り付けたことで加工の効率と正確性がとても上がると思いますが、私は DRO の使い方を知りません。そこで今回はどのように使うかを調べてきたので、一緒に学んでいきましょう。まずは送りの方向です。X 軸は材料に対してスピンドルが右に行くとプラス方向です。Y 軸はスピンドルが上に行くと数字が減っています。今回はこれをまず設定で逆にしたいと思います。このボタンを押して設定画面に入ります。軸設定を選んでこのボタンでメニューに入ります。X 軸の設定項目なのでこのスパナボタンで Y 軸に変更します。ダイレクションを選んでスパナボタンで数字を変えれば方向が変わります。Z 軸も同じように方向を変えます。取り付けたリニアレールの方向によって設定が必要ですが分かりにくかったので解説しました。お手持ちの機械に合わせて設定してみてください。今回の動画ではこのような方向に設定した場合で解説していきます。それではまず原点を設定してみましょう。この材料の左下が原点だったと仮定します。原点を探す方法はいろいろあると思いますが、今回はこの回転式のエッジファインダーを使ってみます。このように上下の部品が左右にずれた位置で角を探します。1000円くらいの安いものを Amazon で購入したものですが、問題なく使えそうなので下にリンクを貼っておきます。ここで原点を取るときに大事なのがこのアブソリュートとインクリメンタルのボタンでの表示の切り替えです。アブソリュートで材料の大事な原点を設定して、インクリメンタル表示で細かい作業をすると覚えておけば分かりやすそうです。ここに今どちらが表示されているか確認ができます。まずは材料の原点を設定するのでアブソリュート表示にしておきます。ファインダーのズレが見やすいので Y 軸を先に探してみます。少しずつファインダーを材料に当てると今ファインダーの部品が左右にずれました。 Y 軸を0にセットしてこれを3回くらい行えば正確性が上がります。だいぶ近づいてきました。このくらいで大丈夫でしょう。ファインダーで Y 軸の角は探せましたが、ここは角の真上ではありません。ファインダーに直径があるからです。そこで電卓機能を使ってファインダーの半径分を補正したいと思います。オレンジのボタンで今の Y 軸の位置を読み込んで、それに半径分のマイナスにします。計算結果をグレーのボタンで軸に送ればファインダーの半径分のズレを補正できました。X 軸の原点を探してみます。計算機機能でファインダーの半径を引きます。これで材料の左下の角の真上にスピンドルの中心を持ってくることができました。大事なのは繰り返しになりますが、アブソリュート表示で原点を設定した点です。では、いつインクリメンタル表示を使うのでしょうか。実際に材料を加工するともったいないので、マジックペンをスピンドルにつけます。例えば、この材料にこのような
部品を2つ取り付けることを想定してみます。最初の穴はアブソリュートのレイとレイから穴を開ける場所へ移動します。例えば 20mm と 12mm いったところ、ここですね。取り付けたい部品のもう一つの穴は右に 45mm いったところです。そこでインクリメンタル表示に切り替えて最初の穴をレイにします。ここから次に加工したい位置 45mm に移動することによって原点からの座標を計算せずに行くことができます。このくらいの加工なら原点から計算してもそんなに手間ではありませんが、部品が多くなったりミーリングなどで波数が多くなると力強い機能になりそうです。上のこの位置にもう一つ部品を付けたいと仮定します。その場合1個目の穴の位置はインクリメンタルでレイに設定していますので、そこからの位置で間違いなく穴を開けられます。もう一つの穴はこの穴を基準にするのであれば、ここをレイにセットすることで次の穴も間違いない位置に開けられそうです。次に別の部品をここに取り付けたいとします。また位置を探すのがめんどくさいですが大丈夫です。アブソリュートで設定した左下の原点があります。いちいち戻らなくてもいいのですが、あえて戻って確認してみます。次の部品の位置はアブソリュートの原点を基準に決めることができますね。ここからはインクリメンタルに切り替えて加工すれば間違いにくいですね。他にも便利な機能があるので紹介させてください。このように同じ加工を何回もすることが今後出てくると思います。そんな時便利な機能があります。部品の原点をアブソリュートで取るのは同じです。しかし次はインクリメンタルで加工するのではなく SDM に切り替えて加工します。使い方はインクリメンタルと同じです。では何が違うのでしょうか？ SDM はアブソリュートの座標と連動します。つまりもう一つの部品の原点をアブソリュートで取り直せば SDM の数値はそのまま次の部品に使えるということです。大事なのはアブソリュートとインクリメンタルは完全に独立していますが、アブソリュートと SDM は連動しているということです。これをうまく使えばこのような繰り返しの加工やツールを取り替える加工にも応用できそうです。動画が長くなってきて見るのも疲れてきたかと思いますので、手早く主な機能をご紹介します。まずは TCD 位置を回転テーブルを使わずに探せる機能です。円の中心を適当に決めます。動画では中心の位置をインクリメンタルで例にしていますが、アブソリュートでもできます。TCD の機能はこのボタンです。設定を4つまで保存できるようです。わかりやすいように名前を付けられます。X と Y 軸での加工が主になると思います。ここに円の直径を入力します。今回は 30mm と入力しました。最初の穴のスタート位置の設定です。ここで大事なのは必ず3時の位置が基準になっているということです。そして半時計回りというのも決まりです。この2点を押さえておけば設定に困ることはないと思います。最後に穴の数です。今回は5つに設定してみました。このように最初の基準を中心に穴を開けることができます。他にもエンドアングルを
例えば30度に設定すると、30度の中で5つの穴を開けたり、30度ごとに穴を開けたりできます。いろいろといじってみてください。直線上の等間隔に位置を決める機能はこのボタンです。この機能も3時の位置が基準になります。90度回せば角度が変えられて半時計回りに回ります。3時の位置と半時計回り、この2点を押さえておけば使いこなせます。円弧を描く機能もあります。ロータリーテーブルでは回せないような大きな材料の時は使う時があるかもしれません。他にもいろいろと機能はありますが、主な機能や使い方はご紹介できたかと思います。次回は旋盤で作りたいものがたくさんあるのに、バイトはまだ数本しかありません。そこでバイトの作り方第2弾、実用的なバイトをたくさん作ろうかと思います。ご興味があればチャンネル登録をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。哲夫がお送りしました。さようなら。